ヤーショ君ドクターデリートだ。ついに我が組織にも4次元の立体を導入した。しかし使い道が思いつかん。このままじゃもったいないので有効活用していこう。ということで今回の企画はこちら。3次元から4次元の立体を回転させよう。どんなことになるのか楽しみだな。それではレッツゴー。まずは次元について説明しよう。0次元では点、1次元では線、2次元では平面、3次元では空間が存在する。我々が存在するのは3次元で、この空間は長さ、幅、高さを持っている。それでは4次元とは何だろうか。4次元とは長さ、幅、高さに加えてもう一つの独立した方向を持つ空間のことである。4次元の物体は見ることはできないが、どのような構造をしているのか予想することはできる。0次元から3次元の頂点、辺、面の数はこうなっている。これらの情報から4次元の立方体を予想するとこのような形になる。これは超立方体と呼ばれる。3次元の立体に光を当てて2次元にするのと同じ理屈で、この図形は4次元の立体を3次元にしているものである。光の当たり方によって立体の影の形が変わるように、超立方体も見る方向によって形が変わると考えられる。今回作ったシステムは超立方体を回転させられるので、早速やってみよう。3次元空間では3つの軸で回転することができるが、4次元空間では6個の平面で回転することができる。順番に見ていこう。これが XY 平面、YZ 平面、XZ 平面の回転である。これは普通に回転しているように見えるな。だが、すごいのはここからだ。これが XW 平面、YW 平面、ZW 平面での回転だ。XW 平面、YW 平面、ZW 平面の回転は見たことない回転だったな。それでは今回作った3次元の回転を4次元にするシステムを紹介する。これを見てほしい。ロボットアームに回転を検知するセンサーを取り付けた。このセンサーが X 軸、Y 軸、Z 軸周りで回転すると、超立方体が6個の平面周りで回転するようにした。つまり、3次元の回転を4次元に適用するようにしたわけだ。それでは、ロボットアームを動かしていこう。まずはセンサーの動きをバーチャル上の立体に投影する。センサーの傾きと立方体の傾きが連動しているのがわかるな。この傾きを4次元に適用したものがこれだ。なんとなく動きが似ていることがわかるな。このシステムにはクォータニオンという知識を使っている。クォータニオンは次元数とも呼ばれ、X、Y、Z、W の4個のパラメーターで回転を表すことで計算が便利になるのだ。いかがだっただろうか。普段の生活では4次元に馴染みはないが、CG や量子力学の世界では割と使われている考え方らしい。認識できない4次元空間を3次元に生かすなんて面白いよな。これからも勉強していこうと思うぞ。この動画が面白かったら、チャンネル登録と高評価をお願いする。それではまた会おう。ケミカルミラクルさようなら。バイバーイ。